先日、立花隆さんが演説中に怪我をして雇われたと思われる偽名の外国人が逮捕されました。犯人は偽名で雇われた外国人であり、不起訴になるのか、立花隆さんが報道属者やスポンサーやヤマダ電機に取りに攻撃を乱射し進めますが、いよいよ立花さんやもガーシーやガッツチャンネルみたいに正義を崩壊してしまうのか。いやー、だからテロですよね。結局政治活動をしている人を暴力で政治活動をできなくするというのはテロなのですよ。なのであれはよろしくないよねという世論になるべきなんですよ。べき論で言うのも良くないんですけど、安倍首相が撃たれた時も僕は山上容疑者は同情はできるけど極刑にすべきという派閥なんですよ。同情するようなことがあってその人生は大変だよねというのがあったとしても、でも政治活動を暴力で止めるという社会になってしまうのは良くないので、なのであれはテロですよねっていう形になるべきだと思うのですよ。ところが仕方ないよね論っていうのが最上愛さんの時もそうなんだけど結構強いんですよね。立花隆さんが自分がテロをするみたいなことを昔言ってしまったっていうのもあるんですよ。某匿名掲示板に書いてるので本人が書いてるかどうかは定かではないんですけど、自分がもう守るものがなくなったんだったら俺はテロするぜみたいな書いてる説とか、暴力もある種手段としてあり得るみたいなことを言っちゃってたことはあるので、仕方ないよね論っていうのが多少出てもまあまあとは思うのですが、とはいえテロはダメでしょってなるのと思いきや、なんか一般の社会もそんな大きなニュースになってないよね。だって政治家でさ、怪我しませんでした、助かりましたとかであれば、1日2日で終わりでいいんだけど、やっぱ怪我してるわけじゃん。で、そしたらやっぱそれはなんか一般のニュースでもさ、もうちょっと大きく扱って、これは良くないよねってすべきじゃないかなと思うんですよ。議員ではないのですが、国政政党の党首なのです。なので、昔山本太郎さんもあったんですけど、自分の議席を自分にしないで、他の人を議席にして、議員ではないけど国政政党っていうのがあるので、政治家というか議員ではないのですが、国政政党の党首であるので、一応政治家の枠には入ると思うんですよね。いや、だから、そういう意味でいくと、なんか、ある種、暴力を許容する社会になっちゃってるっていうのが日本もそうなってるよねっていう感じなんですね。トランプ大統領がロシアを許容したわけじゃないですか。ロシアも悪いかもしれんがウクライナも悪いみたいな、いやいや侵略したのロシアやんとかなってるんですけど、まあでもある種トランプ大統領というのは性犯罪をしたとしても別にいいっしょっていうタイプの人なので、アメリカの議事堂を襲った人たちっていうのも御社で釈放しちゃうっていう、いやいや議事堂を襲って警備員のアメリカ人殺したのはまずいでしょっていうのが感覚として正義を語るのであれば、やっぱり殺人は良くないよねなんですけど、暴力も許容するというのをトランプ大統領がやる社会になり、で国際社会というのもアメリカがそうするんだったらそうなんじゃねみたいな社会になりっていうので、日本も暴力というテロリストが起きた状況でもなんかあんまりバッシングされてないよね、そうなんっていうのが、なんか暴力を許容するというのがなんかすごい速度で進んでるなと思うんですよね。5年前ぐらいに政治家がナタで襲われたよってなったら、いやいやそれはテロだよね、良くないよねってやっぱニュース流してたと思うんですよね。政治家を襲うテロはいかがなものかとかで討論番組とかでそれは良くないよねみたいなコメンテーターが言ったりとかってあるはずだけど、なんかふわーっとあんまり大きなニュースになんないままだよね。これはだからメディアの問題というより一般の国民も別になんかそれが大きな問題であるというふうに認識していないっていう、暴力もありっちゃありだよねみたいな許容感がすげえなと思ってて、僕の知らない間に社会がめちゃくちゃ悪くなってるというか、そういう価値観になってる。これ悪くなってる僕の価値観なんで、これは押し付ける気はないので、変わってしまったなっていう、それがいい方向と考えるか悪い方向と考えるかというのは人それぞれだと思うんですけど、ただ少なくとも社会は変わってしまったよねっていうふうに僕は今認識しています。これだから東博樹さんも同じようなこと言ってて、ああそうだよねっていうふうに思ったんですけど、
最近自暴自棄の無敵の人は良心的になってきたので、シビラ要員のような不特定多数が集まる空間で弱そうな女性、子供を差別攻撃するのではなく、自民党本部など社会を悪くする根源だけを限定的に狙って自分を犠牲にして海民攻撃する良心的な言うんできました。いやー、でも僕がちらっとそのニュースを見た限りで、首相官邸に突っ込んだ人っていうのが、ホームページを作れるっていうぐらいの一応 IT スキルもあって、行政書士の資格もある人なんですよね。割とだから社会の中ではそれなりに普通に食っていけるスキルがある人なのに、その人がテロのような行為をしてしまうっていう話を聞く人が周りにいない社会というのが良くない気がするんですよね。もちろんそんなやつの考えなんて知ったこっちゃねえやっていうのもあるかもしれないですけど、でも一応なんかこう思うんだよねとか、じゃあ社会ってこうやって変えた方がいいよねとかっていう話を聞いてあげて、じゃあこうした方がいいよねっていうのが相談できる相手というのがいれば、もうちょっとね、社会は変わったんじゃないかなっていう気がするんですよね。社会というかそういう人の行動は。安倍首相を暗殺した容疑者というか被告人の人もやっぱり頭良かったじゃないですか。話し相手とか相談相手がいて、それをやったとしても、あなたの人生がプラスになるわけではなくて、むしろ別のことをした方が自分の兄弟だったりというのが幸せになりますよみたいなのだったりとかも、やっぱり話し相手がいればなんとかなったんじゃないかなと思うんですけどね。反戦反原発の人が火炎瓶を投げつけられ勝手に車に突っ込んだりと武力的で面白いなそうなんですよね。自分は正しいのでそのための暴力であれば許されるべきだよっていう考え方をする人って結構いるんですよね。中国で言うと愛国無罪っていう言葉があるんですけど、なので自分の主張は正しいのだからその主張を伝えるためには何をしてもよい。で、その主張がわからないやつは頭が悪いっていうふうに考える人っていうのが過激派に多いんですよ。自民党を支持するやつは劣等民族である。なぜなら僕らは劣等の上である優勢民族であるから、なのかわかんないけど、っていう感じで自分が正しい、それが理解できるものはバカで、どちらかというと存在価値があまりないみたいなのを言いたがるというのが、結構テロリスト思考だと思うんですよね。割と与党側の人っていろんな人がいるよねというのを結構許容してたりするんですよね。おかしな人とか変わった考え方の人もいるよね。まあでも社会ってそういうものだよねってなるんですけど、割となんか左派とか反戦反原発の人とかはいろんな考えというのを認められなかったりするんですよね。例えばじゃあ全然違う話で日本の政治がどうだらって話をしてるときに、ガザの人たちを助けようとしないお前らは人手なしだとか、いやいやガザの話題の時は確かにガザの話題するんだけど、今日本の政治の話題をしてるから、とりあえず日本の政治の話題しよう。他のテーマの時にイスラエルとガザの話するから、それは別の機会にしようみたいなのが分からない、できないっていう人っていたりするんですよね。自分が大事だと思うことの話を人類すべからく必ずしなければならぬべしみたいな。っていうのがなんかどうなんだろうなと思うんですけど、はい。ご視聴ありがとうございます。今回の動画はこちらからの切り抜きになります。